早朝のライブですね。ちょっと久しぶりですがやってということで、ちょっと2週間3週間ほどですか、お盆休みはもうありましてご無沙汰をしておりましたが、お盆休み明けの、週末ということで、お仕事、されてた方はちょっと今週体がちょっとだるかったかなっていう気もしますが、はい、徐々に、いつものですね体調と言いましょうか、ルーティンに戻していけたらということでございます。ということで、またラウンドの方もですね、練習と、再開していこうかなということで、今日もやってまいりました。はい、京阪ゴルフクラブさん、一人ゴルフ、河川敷ですのでね、一人ラウンドは普通にできるんですけれども、お一人の方ご視聴ありがとうございます。楽天のゴラは私普段使ってるんですけれども、ゴラでも一人予約ができました。今日は、5時半からですねの枠が空いておりまして、私以外の方はスコア80代90代ということで書かれてまして、実際にラウンドをさせていただいてかなり皆様お上手な方でした。はい。年齢は私と同じ30代の方が1人と、あと2人は50代の方といったところだったかなと思いますが、皆さんお上手でございました。基本ダボは叩いてなかったですね。私以外は多分ダボは叩いてなかった。8打ってた方 OB 打っていらっしゃいましたけれども、はい。それ以外は基本皆様ボギーペースと言いましょうか、はい、ボギーのゴルフということでございました。私のスコアはちょっと9ホールです。33なんですけれども、434333445という、ちょっと変則、河川敷ですのでね、変則で、ハーフがパー33ということですが、プラス8でしたね。9ホールですので、なので、ボギー以下で、回ってこれました。はい。で、ドライバーは基本的にはパー4以上の、パー4が4つ、パー5が1つですね、使えるんですが、一通りドライバー使いまして、ドライバーも OB なしと、いうことでございました。5回打ったうちの3回はフェアウェイですね。はい。200ヤードが多分目安だと思うから、旗の、あたりにということで。それ以外は、2つ、左に引っかかりましたね。はい。ちょっと2回連続で左に引っかかってましたので、2人の方ご視聴ありがとうございます。河川敷狭いんですが、短尺ということもあって、そんなに曲がり幅はひどくはなかったんですが、2回とも、左に引っ掛けるということで、はい。なんとなくちょっと今日ドライバーが、引っ掛け気味というところでした。逆に言うと捕まりが良かったということで、朝一大体右に、流れる球が出ることが多かったんですが、意外とストレートボールが朝も出ましたんで、それでいいかなというふうには思ってたんですが、やっぱりちょっと左側に引っ掛け気味というところと、朝一のというところで、相殺されて、スタートボールはストレートボールが出たんじゃないかなという感じはしておりますが、そうですね。ドライバーは比較的落ち着いてたかなと思います。で、パターは、213、211、221ということで、ワンパットが1、2、3、4回、3パットが1回ということで、3、5、7、8、9、11、13、14、14パットでしたね。はい。ということで、
2パット、目標にしている、2パット、ボギーオンということで2パットで上がるといったところの目標も、達成できた。ちょっと3パット打ったところがね、欲しかったかなというふうに思いますが、14ということで、2パット以内で回ってこれたということでございます。はい。久しぶり、練習もこの連休の間も含めてですね、全然来てなかったんですが、クラブ自体を久しぶりに握ったという割には、まともに回ってこれたのかなという気はしております。はい。ということで、動きながら戻っていこうかと思います。お二人の方ご視聴ありがとうございます。ちょっとね、連日、猛暑と言いましょうか、酷暑と言いましょうか。はい。猛暑、酷暑以外のまたなんか言葉がそのうち出てくるんじゃないかなという気もしますが、はい。ちょっと、5時半に、スタートで、今の時間にですね、ライブ配信ができているということで、1時間半ぐらいで回ってきましたかね。はい。ということで、かなりスムーズに、朝回ってこれますので、非常に、運動にも練習にもいいかなというところでございます。ちょっと移行ができますかね。ちょっといけますかね。すいません。よいしょ。すいません。よいしょ。はい。ありがとうございます。いけますか。いけない？じゃあ戻りますか。ゴルフ場に入る人なのかな。ゴルフ場の方は一番詳しいかなと思うので、よいしょ。はい。ちょっと車で来るときには気をつけないといけないのが、非常に出入りが狭いです。はい。お伝えしている通りで、ちょっとトラック来ちゃうともう無理ですね。なので、もうこの1本しかありませんので、はい。ちょっと安全運転で。けど、ここに京阪ゴルフクラブさんの一応、あれがあるんですね。知らなかった。ここだったんですね。はい。なんか、建物はあるんですが、実際の受付はもう、河川敷のところまで行ってですね。で、クラブハウスというか、マスター室みたいな感じの、建物がありまして、そこで、受付をしてお金を、前払いですね。基本的に、河川敷ですので、前払いで、今日、休みの日は、ハーフで回って、4250円ですかね。はい、なっております。多分シーズンによって夏だからとか、冬だからとか春だからで値段は変わる感じもなく、年中無休ではなさそうですけどね。基本的にオールシーズンで同じ値段の営業をされているという感じですね。はい、4名の方、朝からご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ちょっとお盆明けの週末ということでですね、練習と、クラブを全く握れていなかったんですが、ちょっと、もう一回戻すためにですね、朝早く起きてラウンドしてまいりました。はい。今日のラウンドの、反省、ちょっとスコアはプラス8で回ってきたということで、先ほど、言いました。スタートホールはパー4なんですが、ドライバーですね。特に曲がる感じもなくストレートボールが出て、スタートを走る。ちょっと2打目があれですね。
引っ掛けて、変なところからのアプローチで、はい、になってしまって、ちょっとパターも中途半端だったということで、スタートホールは6点ですね、ダブルボギースタートということで、したが、朝一からそんなにいいスコアっていうのも期待できないと思いますので、まずドライバーがちゃんと前に飛んでくれたということと、チョロがまず出ないっていうところも大事ですかね。本当にちょっと短尺にしてからもマシにはなったんですが、私もかなりやっぱアッパー気味に打っちゃうんですかね。ダンブローで打ててないんですかね。ティーショットで、チョロっていうことが多かったんですが、短尺にしたことによって、少なくなります。さらにこの今のスチールシャフトの短尺に、2ヶ月ぐらい前から変えてからも、スタートホールでチョロっていうのは、かなりというかもうほとんどなくなったかなという感じであります。別にプレッシャーかけてるわけじゃないんですが、落ち着いて何と言いましょうか、打てるようになったかなという気はしてますので、そのあたりは、出だしは良かったかなというところですね。はい。パー3では3回パー3の中でパー取ってるんですね。パー3が3つあって3つともパーでしたね。ワンパットで3つパーだから、1オンできてないんですが、グリーンの周りに寄せてパットを入れる、2パットで入れる、ワンパットですね。ワンパットに入れてるという感じでしたので、パー3はワンオンはできてなかった。一緒に回られた方はもうビシビシ乗せてらっしゃいました。はい。私が一番飛距離的には全然飛んでないクラブで、使ってたんですが、でも、ワンオンできなくても寄せて2オンですね。でワンパットで、帰ってくるといったところで、そうですね、パー3は良かった感じですかね。パー4がちょっと朝一と、その3ホール目ですねが、6-6ということで、ダブルボギーっていうのが2つ、そこがちょっと良くなかったんですかね。特に3番ホールはダブルボギーですけれども、3パットしてのダブルボギーなので、ボギーが取れたんじゃないかなといったところでの、6点ということで、そうですね、ここ間違えちゃう交差点、私も何回も間違えて入っちゃうんですけど、これ警察官いたら多分捕まっちゃうんでね、こっちに曲がってすぐに戻ってこれる作りになってますので、ちょっと気をつけないといけないですね、安全運転で。はい。でパターは悪くはなかったですが、ちょっとなんて言いましょうか、サイドサドルですね。サイドサドルを今ちょっと復活させてるんですけれども、サイドサドルがちょっと、本当に一筋違いみたいなところでですね、オーバーしちゃって、戻しを入れるみたいな。なのでそこでワンパットにならなかったパットが2つぐらいありましたかね。っていう感じのですね。その先ほどのパー3も3パット打った3番ホールのパー4も同じだったかと思います。なんでもうちょっと頑張れたかなというところではありますが、とはいえボギーペースで戻ってきておりますので、河川敷でドライバーも使えるコースでですね、ボギーペースで回ってこれたということで、良かったんじゃないかなと思います。はい。で、一緒に回られてた方は、いろいろゴルフ、この一人で回ってると、なん
なんと言いましょうか、自分自身も、そのゴルフをしに行っているんですが、やっぱりこう一緒に回られてる方っていう方が、どんなゴルフをされるのかなっていうところも、結構その観察ポイントというかいう風に、なるんですけれども、で、結構その一人で予約して一人でゴルフですね。一人ゴルフといっても皆さん一人予約で4人で回るんですけど、本当の一人じゃなくてですね、4人で回るんですけれども、結構そのおしゃべりが多くなるラウンドとそうじゃないっていうのが結構分かれるなっていうのが私の経験ですけどね、ありまして、で今日は全くおしゃべりなしの結構なんて言いましょうか、険悪なムードではないんですが、結構皆様集中されてたなっていう感じがあって、別におしゃべりしてるから集中してないってわけじゃないんですけれども、皆さん結構自分自身のゴルフを、楽しむっていうことに、かなりこう大事にされてたっていうのがあって、結構その一緒に回られる方でもやっぱりこうゴルフも楽しいんだけど、結構こう話しに来るですね、会ったこともない人、初めて会う人とのこうおしゃべりというかコミュニケーションをもう楽しまれる目的で来られてるのかなっていう、お客さんも正直いらっしゃるんですけれども、私も別にどちらでも別にいいんですけれどもね、今日の一緒に回られた方は黙々とっていう感じでしたので、私も別にそこに無理に、割り込む必要もないかなということで、ほぼ喋らずに、独り言ですね、ダフったとか、トップしたみたいな感じで、やってまいりました。これはね結構良し悪しありますが、そういうのも含めての、一人ラウンドですね。本当によくおしゃべりされる方と回るときは多分しんどい方は多分しんどくなっちゃうのかなというか、たまにちょっとそれでなんか見学っていうかね、ちょっと変な感じになったりする寸前みたいなことも経験はありますね。もう結構そのもういろいろ言いたくてしょうがないみたいな、おじちゃんみたいな方とですね一緒に回って、私はなんか面白いなと思って行くんですけど、結構それを真に受けちゃうとですね、真に受けて一緒に回られちゃってる方とか、なんとなくちょっとなんか機嫌悪そうかなみたいな、意見がぶつかってんなみたいな感じで、そういうなんて言いましょうか、人間模様みたいなものも実は短い間ですけどね、見えたりするのもこの一人でラウンドする面白さかなとはね思ってるんですけれども、今日は本当に黙々と、のラウンドでした。で皆さん上手でしたんでね、私プラス8で回ってましたけど、おそらく私がオナーになることはまずなかったですということで、おそらく、その8打ったりとかねそういう方もいましたけれども、おそらく私、よりもということで、とにかく飛ばされてもいましたし、アプローチも、上手だったかなというところもありますね。やっぱり何と言いましょうか、こう、楽天の予約するときに自分のスコアどれぐらいかっていうか、あとはなんかセミアスリートとかエンジョイとか選べるんですよね。であそこにその80代とか90代とか100代とかって書くのって結構その、勇気がいるというかね、そのどこまで本当を書くのかっていうところもご本人の自由にはなるんですが、80、90書かれてる方っていうのはやっぱり自信がなかったら、私の考えですけどね、やっぱり自信がなかったら80代、90代でやっぱ書けないなっていうふうにも思いますのでね。実際はラウンドしてたらやっぱりそれよりも5とか10下の実力のかなというふうに私はいつも言っております。なので基本謙遜されて皆さんスコアをね書かれてるんじゃないかなというふうに思いますので、実際今日一緒に回られた方、私以外は80代90代というふうな
登録をねされてましたけれども、まあ実際には70代80代でガンガン回ってくるみたいな、ほぼパワープレイみたいなですね、まあそんな感じの実力の、方々だったかなといった感じでございました。私は正直に100台って書いておりますので、110台とは書かないんですが、まあ別に100台、今のね楽天登録してるスコアも平均スコア 102.7 とかってなってますかね。はい。なので100台という形でね、いつも書いてエンジョイゴルファーで100台っていうことで登録をしてるんですけれども、やっぱりドライバーがやっぱり皆さんちゃんとしっかり振られて、しっかり1打目はこう、なんていうか距離を出されるなっていうことと、やっぱりそうですね、やっぱり1打目2打目の何と言いましょうか、こう、距離の取り方がやっぱちょっと違うなっていう感じはしました。だからね、じゃあそれを目指すのかって言ったら、全然別に話は違うのかなと思ってるんですが、やっぱり皆さん距離をしっかり取られる、1打目取られるというのはなりました。でなんと言いましょうか、パターがですね、ちょっと長尺は私はねパター使ってるんですが、でそれ以外の方は、普通のですね34インチ35インチ、33インチ、その一般的な長さのパターを使ってらっしゃいました。でその私以外の3人のうちの2人の方はネオマレットだったんですが、1人の方はネオマレットが2ボールみたいな、形のパターなんですけれども、かなりこう、長尺チックな打ち方、いわゆるそのグリップを、セパレートさせて、打つというような感じでやられてました。でもう一人の方も、グリップをこうクラブで普通のショットをねドライバー打つ時みたいにこうくっつけるんじゃなくて、ちょっとこう離らかせてストロークするっていうような感じだったので、やっぱりパター上手な方ほどなのか分かりませんが、パターやっぱり悩まれてんのかなっていう感じはしました。でそうで、一番その短いパターを長尺風に使ってる方はちょっとクラブはねどんな感じのセッティングかって別にそのじろじろ見るわけじゃないですけど、どんなのを入れてるのかなっていうのは、使ってる実際打ってるところもね見るんですけれども、チッパー入れてらっしゃったりだとか、リンクスのですね SS ウェッジか、だから私もニブリックと同じような形のマークさんが作った、簡単なウェッジと言いましょうか、チッパーに近いようなウェッジと実際に多分オデッセイだと思うんですけれども、オデッセイの、チッパーを使ってましたんで、その方はやっぱりかなりアプローチだったりだとかっていうところはなんて言いましょうか、こだわってらっしゃる方なのかなっていう、感じはしました。やっぱりパターこれはちょっと勝手なも私の勝手なあれですけれども、なんか長尺は多分ね長尺は流行らないかなと思うんですが、中尺がなんかちょっと流行るんじゃないかなっていうか、今のですねパターのそのトレンドと言いましょうかがロートルクとかゼロトルクとか言われてるやつなんですよね。でそれは、元の出はラブゴルフだったと思うんですけれども、ラブゴルフっていうところのブランドが作ってたと、パターがその、ゼロトルクと言われるものを売りにしてて、でセンターシャフトにセンターというか本当のクラブのど真ん中に、ヘッドのど真ん中にシャフトが入るって感じですよね。フェース面のセンター、今までのセンターシャフトってフェース面のところにセンターシャフトだと思うんですが、最近のそのゼロトルクって言われてるものはもう本当にその
パターをこう、竹とんぼみたいにシャフトを持ってこうくるくるくるって回した時にですね、竹とんぼを回す時ってこう遠心力が変わんないと思うんですよね。あれいわゆるその軸が真ん中にあって、トルクがない状態ですね。こうしなったりこう歪んだりするような状態がほぼない、それがあったら竹とんぼ飛ばないんですけれども、最近のパターンも結構そっちにこう、寄ってきてるんですね。寄ってきてるというか、なんかそっちにマーケティングして、新たな何かそのトレンドを作ろうとしてるのかなっていう気もするんですけれども、普通の長さよりかはちょっと長めのカウンターバランスですかね。ちょっと長めのにして、いわゆる38とか39インチぐらいですか、ぐらい、30、普通のパッド34ぐらいなんで、あと2インチ3インチ伸ばして37とかぐらいにして、ちょっとグリップエンド余らせてカウンターにして、その竹とんぼを、竹とんぼのなんて言いましょう、絵が長いと思っていただけたら、その竹とんぼを綺麗にまっすぐこうねじらないでくるくるって回そうと思ったら、グリップエンドを持つよりかは竹ひごの真ん中多分持って回した方が綺麗に回せると思うんですよね。イメージしてもらった、子供の頃というか、私が竹とんぼをなんか使うとき、あんまりこの一番その竹ひごの一番端っこを持って回す、しかもその手のひらの真ん中じゃなくて手のひらのこう余らせて回すってなると、絶対竹とんぼは綺麗に回らないと思うんですよ。でゼロトルクの状態で綺麗に回そうと思ったら、竹ひごを余らせた上で手のひらをくっつけてぐるって回した方が間違いなく回るって、これはなんとなくこう感覚としてわかるかなっていうと思うんですけれども、ゴルフも多分そのもしゼロトルクで、そのヘッドの挙動がですねこう動かないっていうような、バランスが変わらないみたいな、重心の位置が変わらないみたいな作りをもしされてるんであれば、なんとなくですけどもね、シャフトを長くしてカウンターにして、グリップエンド余らせて、いつものところを持つみたいな。だから34インチでいつものところを持つんだけれども、グリップエンド余らせるんだとしたらしてカウンターにするみたいなのが、なんかこうそうかなって、来そうかなってなんでかっていうと、結局その今までやってないメーカーさんはやっぱやって、それにマーケティングといいましょうか、色つけて、クラブを売ろうとするっていうのが、大概やってることかなと思います。で、その中弱って多分そんなに、流行った、時代といいましょうか、トレンドがないまだジャンルかなと思います。ドライバーはね、長くしたり短くしたりちっちゃくしたり軽くしたり重くしたり、短くしたりとかいろんなことやりくりして、トレンドを、メーカーさんマーケティングして回してますけれども、パターンに関しては、ヘッドを大きくしてとか、あとはそのセンターシャフトにしてとかっていうところは、メーカーさんいろんなトレンドを回してきた、歴史はあると思うんですが、シャフトの長さに関しては多分パターはあんまりメーカーさんどこもそんなにこだわってやってないんじゃないかなっていう気はしますんで、その今ちょっと何とも言いましたけど、そのゼロトルクっていうその要素が流行ってるってことであれば、それをより原理と言いましょうかね、機能として、強化するっていう意味で言えば、多分中弱っていうのは時間の問題かなって気はちょっとしております。長尺私は使っても